today's title, How to face yourself, because the definition of face yourself is a bit fuzzy, so I just want to know the definition. So here we go. Hi, this is Yasuyo. I'm Life Soul Designer. Today's topic is 自分と向き合うです。じこちゃんよろしくお願いします。はい、お願いします。はい。自分と向き合うってよく言われるフレーズだと思うんですけど、なんかじこちゃんにとって今の時点でどんな解釈ですか？自分との向き合い方ね。なんかこれはなんとなくですけど、自分の感情を無視しないとか、何を考えているか、相手を優先するのではなく、自分が何を考えているかに自分が耳を傾けてあげるとか、かなっていう感じです。なるほどね。まあどんな捉え方でも多分自分と向き合った方がいいよねとかいうフレーズって、すごい抽象的なこれ言葉なんですよね。だからそれぞれが自分と向き合いますとか向き合ってみますってよく、セッションの後に言ったりするけど、多分各々のやり方で向き合うんだと思うんですよ。確かにそうですね。そう。でその向き合い方がうまいっていうかね、良好な関係を築き上げる向き合い方の場合と、あと良好っていうよりはさらにこう自分と対立するような向き合い方をする場合っていうのに、大きく分けるとその2つに分かれていくんじゃないかなって思うんですね。で自分のことを例えばあまり好きじゃなかったり、自分自身をあまり信頼してなかったりするケースの場合は、向き合い方がうまく良好な関係になってないっていうのがまず一つ挙げられるかなっていうふうには思います。はい。よくほら自分のこと好きですとか、あまり自分のこと好きじゃないですとか、自分のことを信じられないとか信じられるとかいろいろあるんだけど、これは単純にその自分との関係性の内側で起こってる結果として好きとか嫌いとか言ってるだけなんですよね。なので本来自分と向き合う、なぜ向き合った方がいいのかっていうと、現状をまず知るってことなんですよ。自分自身との関係性は一体どうなってるんだろうかみたいな。良好なのか、すごい仲がいいのか、相思相愛なのか、それとも反発してるのか、その自分に対して文句ばっかり言ってんのかとか、っていうその現状把握をするっていうことが自分と向き合う作業の中では一番大事になってきます。でも意外にこのようにできる人っていうのは少なくて、なんかね、例えば自分との関係性が基本的に自分に文句言ったりダメ出ししたりする人、そっちの方が当たり前になっちゃってるケースの場合、ダメ出ししながら自分と向き合い続けるみたいな感じになっちゃうんだよね。それだとやればやるほどちょっと苦しいですね。苦しいっていうか、あんまり意味がないよね、それは。だからなぜ自分と向き合うことが大切なのかって言ったら、今の自分との関係性にまず気づく、ステップ1としてはまず気づく。でこの関係のままこれから先も一生、だって自分にとって一生一緒に生きていかないといけないから、この関係性のままこの先もずっと続けていくんですかっていうのが次の問いかけ、でいやこの関係性で続けると自分も苦しいし、人生もなんか良くなるように感じられない。
うんって思ったら、じゃあ初めて、じゃあ自分との関係性を良くしていくっていう方に初めて、なんていうのかな、進めるみたいな感じです。うん。でもここをあまりその考えずにずっと自分の内側でぐるぐる、例えば不安ばっかりのその向き合い方してる人は、やっぱり不安がただループしてるだけで、はい。自分と自分のその向き合い方にベースが不安ベースでやってる場合があるし、うん。そのどういうベースに基づいて自分と向き合っていますかっていうのが、まずそれを知るってことが結構大事かなと思うんですよね。ああ、うん。そうですね。なんかうん。自分を責める癖うん。がありながら、そのまま向き合ったりとかしうん。た、してたような感じします。あ、そう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 。で、うん。それが自分と向き合ってることになっちゃってるんだけど、うんうん。うんうん。でも、責める向き合い方は何もいい方向には進まないんだよねってことを理解することが自分と向き合うことなんだよね。うんうん。うんうんうん。でも、自分とのやりとりっていうのは、やっぱり長年っていうか生まれた時から今現在まで、ずっと自分とのやりとりっていうものは当たり前にやってるから、うん。それが当たり前すぎるがゆえに、このコミュニケーションなんかおかしくないかっていう風な疑問はあまり湧かないんですよ。あ、そうですよね。そういうそうもんだっなんです。ていう、まあ、ナチュラうんルにうんやることだかうん。うん。らね。うん。そう。だから自分を責めるっていうやり方の、向き合い方だったら、もうそれは当たり前になってるし、うん。いつも不安を煽るみたいな向き合い方だったら、それも当たり前になっちゃってるし。うんうんうん。うん。だからそこに気づかせてくれるのが、だから外側からの、なんて言うんだろうな。そういうことを教えてくれる存在っていうのが入って初めて気づくっていうこと。はいはい。うんうん。この間セッションした人は、自分にすごく優しくて、うん。自分を大切にしてるって思ってたけど、うんうん。その、コミュニケーションのやり取りを聞いてたら、うん。全然優しくもないし、うん。ずっと自分を責め続けてるっていうやり方をしてたことに、うん。初めて気づくわけですよ。あ、それはうん。自分で気づいたんですか？まあ私とのやり取りのあ、中で。セッションの中でね。うんううんうんんうんうん。うん。で、それにすごいショックを受けていて、うああ、ん、でも確かにその勉強し始めたりとかして、う例えばんうん安代さんの話を聞いて、うんなるほどうん自分に優しくしようみたいな、まあちょっと思うのは簡単だけど、なんか実際のそのうん。自分の対話をこう、蓋を開けてみうん。て、あららみたいな、うん、そそうそうそうれはそうそうそありそう。うん。うですね。ありそうですよね。うん。それで自分の対応に自分でびっくりしちゃうっていうか。うんうんうん。うん。ってことがあるっていうことぐらい、自分うん。と向き合ってるつもりでも、なかなか実は単純に自分を責めてるだけだったり、うんううん。んうん。単純に自分にダメ出しばっかりしてるだけだったりすることもよくあるよねってことです。じゃあそこのまず向き合うん。うということの第一ステップは自うん。分、自分が自分自身とどんなコミュニケーションをとっているかというかどんな風に扱っうん。ているかをまずきちんと見るところまず、ですね。こう、現状をそう把うんうん握していく。うんうんうん。うん。そうだな。例えばダイエットとかでもうん。細くなりたいとか言う前に今のうん。現在地を知るこうん。とが大切みたいな風に言いますあ、もんね。そうそうそうそれそう。はちょっとよく、うん。ショッキングだったりするんですけどね、そこ、今こんなかみたいな、遠いみうん。たいなところ、現在地把握するので、ちょっとこう、勇気のいることだったりしますけど。そうだね。うん、そうなんですね。でも、うん、例えば、日本で一時流行ったレコーディングダイエットっていうのが流行ったのは、自分が
1日どれだけ何を食べてるかを全部書き出すってことをやってみようみたいなやつ流行ったの知ってる？知らないです。知らない？その結構ね人間ってその無意識で自分を責めるのと似てるんだけど、結構知らず知らずのうちにいろんなもの食べてるんですよ。でも自分はいやそんなに気をつけてるしあまり食べてないしみたいな、でも痩せないしみたいになってて、じゃあその食べたものを全部記録してみようみたいなやり方があるんですよ。そうすると自分が無意識で食べてる量にびっくりするみたいな。それをこうビジュアル的に客観的に見た時に気づくことがあるということですよね。こんなに食べてたんだねってことをまず現状把握するってことですよね。そうすると意識し始めるから食べるってことに対して、だからだんだん自然に食べる量が減ってって、そして自然に痩せていくっていうそういうのが一時流行ったんだけどね。だから意識してこれからこれを食べるとか、そういうのを一つ一つ意識的に分かっていくと別にそんなにいっぱい食べなくてもいいし、っていう自分と向き合い方、その食べる編ですね、それは。そうだから自分と向き合うのにいろんな要素が使えるんだけど、例えばねお掃除編もありますね。その掃除っていうか物を捨てたり物をこう自分の場所を整えていくってまさに自分と向き合う作業に自分と向き合わざるを得ないようなやり方なんだけど、その例えば物があります、これは大好きでずっと大切に使い続けてるものだったら自分とマッチしてるから別にいいんだけど、その使わないけどもったいないから置いとくとか、なんとなく置いてあるものっていうものと一つ一つ対峙していくっていうのも自分と向き合うプロセスのやり方の一つでもあります。なるほど。そう、それで自分を知るんだよね、それを見て。だからそれはあれですよね、物理的にできるっていうのはなんかあれですね、ちょっと具体的でやりやすい人もいるかもしれないですね。でもやっぱり物捨てられないとか、その物を捨てようとすると面倒くさくなったり逃げ出したくなったりするのは、これもこの間のセッションでその子も言ってたけど、要は自分としっかりこう向き合う現状を把握してこれは自分にとって必要なのか必要じゃないのかっていうことをやることがなんていうのかな、面倒くさいっていう状態まで来ちゃってるってことなんだよね。で本人がそうに言ってたけど。なるほど。なんか自分のことを知っていくってちょっと面倒くさいんですよ。まあそうですね、ちょっと面倒くさい、見たくないものがあるから奥の方にしまってたものがあるということですもんね。じゃあ今の自分でいいんですかって言ったらそれも嫌だしとか、でもじゃあちゃんと向き合うことをやりたいのかって言ったら面倒くさいしみたいなね、どこにも行けない状態みたいな場合も多いです。だからなかなかこう自分と向き合った方がいいっていうのはみんななんとなく知ってるとしてもこうすぐそこに着手するっていうところになかなか至らないっていうのが人間のなんていうんだろうな、面白いところ、これなんて呼びだろうね面白いっていうか、本当に切羽詰まらないとやらなかったりすることって多くないかなっていうふうに思います。それはありますよね。そうだから今回だからこの世界中で起こったこのパンデミックな、2020年の1年間がいわゆる切羽詰まった状態だとすると、この今までのやり方じゃもううまくいかないし、自分自身もっと向き合ってこれからの時代をどう
クリエイトしていくのかっていうことを真剣に考えた人は、もしかしたらもう次のステージに行ってるかもしれないですね。うんうんうん。うんうんうん。でもなんか今のやり方とか今の自分のその考え方とか向き合い方で変わらないままどうにか続けられないかなとか思ってると、結構苦しくなってる人もいるかもしれないなっていう感じ。そうですね。うん。あまり荷物が多いのってちょっとこう重い感じがするので、その物理的な片付けっていうのもいいアイデアですよね。物理的な片付けは本当にいろんな気づきがあるから、うんうんぜひおすすめしたいけど、実はみんななかなか腰が上がらないっていう人もやっぱり多いかなっていうのは聞いてて思いますね。うんうん長年ね、貯めたものがあればあるほどめんどくそうさそうそういですよね。めんどくさいでしょ。うんうんうん。そうだからやっぱり保留、あのー自分のことってどうしても保留が多いんだよね。後回しっていうか。うんうんだから自分と向き合うってこともなんとなく保留にしてなんとなく後回しにすることをやってしまいがちだし、うんその物を片付けるっていうのも別に片付けなくたって生きてはいけるから、うんなんとなく後回しで保留なんですよ、ずっと。でそれがどんどん蓄積されていくと、外側の現象はだからもう物でいっぱいで、その何がどこにあるのかわからないぐらい物がいっぱいになるっていうふうにイメージした時に、自分の内側の状態も結構そうなっちゃってるケースが多くて、自分と向き合うっていうことがなんていうの、ごちゃごちゃすぎて何からどう始めていいのかわかんないっていう悩みも多いんですね。そのものが溢れすぎてどっからどう片付けていいのかわかんないっていう悩みと似てるの。だからそこまで来ちゃうと自分と向き合うっていうことはもはやなんていうのかな、なかなかできないっていうのはやっぱ相談でよく聞くことです。実際に何をどうしていいのかがさっぱりわからなすぎちゃってってこと。だからね、まあそういう中でじゃあ何から始めたらいいんだろうねっていうことはやっぱりもうごちゃごちゃすぎて何が何だか分かんなくなっちゃったとしても、そういう自分に対してまずじゃあどういう言葉を発してるのかっていう、やっぱそこから始めるしかないのかなっていうふうには思いますけどね。なるほど。だから複雑になればなるほど、自分の中が詰まってれば詰まってるほど、なんかこうどっから手をつけていいのかがもう手探り状態でわからなすぎるっていう風になってたら、簡単に自分と向き合えばいいんだよって言われても、ちょっとうってなるのはそうだよねと思います。まあでも最終的にその自分と向き合うってどういうことなんですか、なんでやった方がいいのかっていうのは、自分との関係性をその良好に仲良くすればするほど、精神的にも肉体的にもその余裕とかゆとりとか軽やかさがどんどん生まれてくるから、そっから、自分が本当にどうしたいのかとか、本当はどう自分の人生をクリエイトしたいのかっていう、そこの地点にやっと立てるっていう部分で、自分と向き合っていくことがやっぱり大事なんだよねっていうことになります。そうですね。でもなんか聞いてて、ちょっとそれもやればやるほど軽くなるというか、ちょっと、いいワクワクするプロセスのような感じもしました。はい、そう、私はそれをワクワク、自分を知れば知るほど人生楽しくなるって思ってるから、すごい
推奨してるっていうか、うん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 なのでそんなに苦しいことでは本当はないんだよってことは伝えていきたいので、また別の側面からお話ししていけたらいいなと思ってます。はい、はい、ありがとうございありがます。とうございます。